皆さんこんにちは。ビッグ S Vlog のビッグ SAK サイカです。本日はですね、Day 12ということで30日チャレンジの12日目ということで、本日も YouTube やっていきたいと思います。はい、ちょっとねこれ始まる前にあれなんですけど、本当はですねこれ2度目の収録です。はい、1回目ねちゃんとカメラこの α7C2 を使って撮ってたんですけども、ちょっと今さっき確認したらピントが合ってなくて、ボツにしました。さすがにね映像クリエイターがピント合わない動画出したらまずいかなと思ってやめました。はい、今日ね話していくことなんですけども、昨日ちょっとね単焦点レンズとズームレンズについての違いをちょっと話せればなーなんて思ってたんですけども、そんな話をねちょっとね今日していこうかなと思います。今回ね僕の経験談ですね、経験した中でのその単焦点レンズとズームレンズの違いというか、どっちがいいとかどっちがいけないとかそういう話は別にする気はないので、今回する話は僕はどのようにね使い分けてるかっていう話をしていきたいと思います。今ねここに、単焦点とズームレンズがあります。カメラのレンズっていうのはですね大きく分けてですね、この単焦点レンズとズームレンズがあるんですよね。単焦点レンズはですね、その名の通り焦点距離が固定されているので、自分が動いて撮らなきゃいけない。例えば 35mm だこれ 50mm なんですけども、もう焦点距離が決まってるからもうズームができないので、自分で足を使ってね前行ったり後ろ行ったりとかして画角を決めるっていうのが単焦点レンズで、一方ですねズームレンズはですねもう本当にねこちらもう本当に焦点距離めちゃめちゃ変えられるんで、こちらタムロンの35の 150mm なんですけども、もうその場に立ってもうこのねズームさせればいいので、特に自分が動く必要もなくて、構図もね撮りやすいのかな。はい、じゃあズームレンズでいいじゃんって話になるんですけども、そしたらもうそこで、話終わっちゃうんですけども、本当にそれぞれの魅力をねちょっとお話ししていこうかなと思います。じゃあもうなんかズームレンズで良くないって話なんですけど、じゃあ単焦点レンズって、不便なのって話になるんですけども、シンプルにね僕思うのがもう写りが美しいです。本当にねもうシンプルな構造だからこそレンズの性能がね最大限に活かせて、解像度やボケみがねとても美しいです。例えばポートレートとか、僕がよくやるストリートスナップはなんですけども、僕もストリートスナップは単焦点レンズでやってます。自然なボケがあっていい仕事するんですよ。はい、それからですね F 値がちっちゃい、これ F1.4 のレンズなんですけども、背景を大きくぼかせますし、暗いところでもね ISO 感度上げすぎずにね撮れるのでねめちゃめちゃ助かります。ISO 感度に関してはねちょっとあんまり詳しく話しないんですけども、ISO 感度を上げすぎてしまうとノイズが乗ってしまうということが一番の最大のデメリットです。はい、それの詳しい話はまた後ほどできればなと思います。そしてですね、もうここで一番大切なのがもう撮る人の感覚が研ぎ澄まされることなんじゃないのかなと思います。正直な話、単焦点レンズって自分が動くからどう撮るかですよね。自分が動くってことはどうやって撮りたいかっていう意識ができると思うんですよ。だからどう撮るかどう切り取るか自然とね意識できるので、本当に単焦点レンズやってると、例えばズームレンズになったとしてもイメージができるんですよね。だからちょっとストイックかもしれないですけども、そこに面白さがあると思うんですよ。僕も本当にやってて単焦点レンズをやっていく中でこう撮りたい撮りたい撮りたいとかねいろいろね考えますし、本当にねめちゃくちゃね魅力はあります。はい、なのでこれもおすすめです。じゃあズームレンズが悪いのかって話なんですけども、それ全く関係ないです。ズームレンズはズームレンズでめちゃめちゃね魅力もありますし、一番は機動力と効率ですよね。もうその場でねもう撮りたいとかっていう場面あると思うんですよ。ストリートスナップとかね自分の作品作りとかだったら別に、ね、あれなんですけども、僕ねダンスの撮影とかウェディングとか行った時もやっぱ入れない場所があるじゃないですか。やっぱりこっから行ったら邪魔になるだろうなっていう、ウェディングなんか特にそうなんですけど、そういう時にねこういうズームレンズがあるとそこからねグイーンと伸ばしたりねできるんで、そこから構図が決められるからめちゃくちゃいいんですよね。仕事にめちゃくちゃあるから遠くにあるものをね近くに撮れるような、その場でねサクッと対応できるんでめちゃくちゃいいかなと思います。はい、なので本当に動画を撮るときはですねこの1本でね済むっていう現場、ダンスのところとかウェディングとかそういうところ、仕事でよく使うのかな。はい、よくね現場の
仕事風景を撮るときもやっぱりこう邪魔になるところに入られないじゃないですか。単焦点持って動いたりとか。だからこういうズームレンズでやってます。はい。じゃあね、ここで僕の使い分けなんですけども、ちょっとね、喋ったと思うんですけども、単焦点レンズは本当にね、構図で遊びたいとか、このレンズの良さを引き出したいとか、まあ本当にね、作品作り、時間があるときはもう単焦点レンズで、まあ縛りですね。僕の神社の動画も単焦点レンズ 20mm です。20mm で撮りました。はい。そういう縛りをね、やるとやっぱり自分のその技術も上がるだろうし、そのカメラの画角とか、その焦点距離の感覚がつかみやすい。だから僕 20mm やった時は、その神社の動画を撮った時は、でもう結構もうそういう 20mm のその画角っていうのを学べたかなと思います。はい。なのでストリートスナップとかね、そういう時は単焦点レンズの方がいいかなと思います。本当にね、なんだろう、極めるというか、その画角、焦点距離をね、体で覚えるにはすごくいいのかなと思います。じゃあ、ズームレンズ。ズームレンズはですね、まあ正直なところ、本当に仕事ですね、現場で使います。はい。もう取り逃せないとき、もう機動力でハッサッサってやらなきゃいけないときは、まあ、ズームレンズを使います。はい。ということで、僕の本当にね、使い分け、まあ、変な話、極端な話で言うと趣味、仕事みたいな感じで使い分けます。まあね、これからカメラを始めたいって方はね、単焦点の方がいいのかなと思います。単焦点で本当にね、自分で動いて、その焦点距離のコツとか感覚を磨くと、まあ、後々ね、ズームレンズ使うようになっても、全然、動くっていうことをやっていけば、ズームレンズでのその動いた時の焦点距離とかそういうのもね、いろいろと味が出ると思うので、僕は単焦点レンズから始めた方がいいのかなと思います。はい。というわけで、今日は単焦点レンズとズームレンズについてね、ちょっと熱いか熱くないかわからないですけど、僕個人的にはこういう風に撮ってますっていう見解をね、お話しさせていただきました。どうですかね。本当ね、これテイク2なので、スラスラ喋ってるんですけど、いやーね、こういう毎日出さなきゃいけない時のね、このハプニング。まあ、ハプニングをね、こう楽しくね、乗り越えていけばいいと思いますし、まあ、昔の僕だったらハプニングだと、うわ、めんどくせえ、やめたなんてなっちゃうんですけど、うわ、だるみたいな、なんですけど、今回は、じゃあ、今ね、DJI の Osmo Pocket 3撮ってるんですけど、いつもだったら、これで撮るんですけど、たまにはね、DJI の Pocket 3を使ってね、撮影するの面白いなと思って、はい。まあ、そういうところでね、いろいろとね、プラスになることがあると思うので、まあ、こういうのもいいことだったかなと思います。はい。ということで、まあ、ちょっと話ずれちゃったんですけど、僕的な個人的な見解の単焦点レンズとズームレンズの使い分けとか、どういう人におすすめかっていうお話をさせていただきました。ということで、本日 Day12 も終わりということでね、明日は水曜日なので、僕のラジオの1日ですかね、ラジオの1日パート2みたいな感じでちょっとね、やっていけたらなと思います。まあそうですね、僕の30日チャレンジ、まあ、30日連続 YouTube 更新ということでね、やってるんですけども、ぜひね、僕の行く末が気になる方はですね、このチャンネル登録して、グッドボタンを押して、通知をオンにしてください。僕の行く末、どうなるか見たい方、ぜひぜひ。まあね、僕のね、こういういろんな動画上がってて、ちょっと興味持った方もぜひね、チャンネル登録していただければなと思います。ということでね、30日チャレンジ Day12、こんなところで終わりにしたいと思います。明日はラジオということでね、またラジオの裏側じゃないですけども、そんなこんなでまたやっていきたいと思いますので、また明日もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。